ヤマ発動機クリエイティブ本部プロダクトデザイン部山本海一郎です。ヤマハ株式会社デザイン研究所プロダクトデザイングループ大塚瀬奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このバイクご存知ですか？初めて見ました現場そうですよね。一応ヤマハオートバイ第1号ということで、今現在だとそのヤマハ株式会社っていう楽器を作ってる大塚さんがいらっしゃる会社と、僕がいるヤマハ発動機ってオートバイを作ってる会社って全然別の会社なんですよ。はい。ただこれ作った時はまだ一つの会社だったというか、もともとは、ですよね。日本楽器から出たオートバイということで結構不思議なバイクですよね。なんで楽器会社がそうバイクを作ってしまった。そう赤とんぼっていう愛称っていうのは聞いています。なんか当時真っ黒ばっかりだったオートバイでもうちょっとフレッシュな色ということでこのエンジ色というか赤色をチョイスしたっていうところで、なかなか面白いですよね。これ音差がいるんですよね。この先っぽのところにもそのマークとは違う。そうですね。今このこの衣装ないんでね。あれちょうどいい感じで音差はこれですけど調律に使うかっこよくデフォルメされてますね。山本さんもギター弾かれるんですよね。そうですね。僕もそうですね。工作したりとか絵描いたりとかばっかやってて、そのまま中学生になり高校生になりってきてしまって、でお前どうするんだみたいなことを周囲から言われ始めて、父親がもともとギターやってたんで、その影響もあってギターは弾いてて、それこそねバンドでやれたらいいけどなと思いつつ、でも真面目に仕事になることを考えなきゃあかんなと思ってでたまたま僕が大学の時にプロジェクトアーメイっていうその2つのヤマハがコラボしてお互いに分野を交換してなんか面白いもの作ってみようよみたいなプロジェクトをやってて、それ見てすごく面白かったのと、これいうのあるんだったらどっちか入ればどっちもできるかもなとかってなんか勝手に思ってどっちかっていうと熱がその時バイクに似てたんでうっかりヤマハ発動機の方を選んでしまったっていうそういう過去がありますね。楽器とバイクのデザインってなんつうかちょっと似てるところもあるなと思ってて、やっぱりどっちもあれじゃないですか、必要なものしか基本ついてないじゃないですか。楽器も基本は機能部品だけで構成されてて、オートバイもものによりますけど、基本はそういう考え方でやってて、でなんかなんだろうな、機能しかないはずなのにそこにかっこいいかっこ悪いが生まれるのはなんでだろうっていうのを考えてみると、なかなか奥が深いなっていうふうにいつも思ってますね。こちらヤマハ発動機 T-MAX 2022年モデルでございます。デザインチームのうちの一員として働かせてもらって、入社して初めて実践のデザインっていうところに関わらさせてもらった初めてのモデルになるんで、すごい思い出深いモデルになってますね。入社してみて実際関わってみて、でどういうところに向けて作ってるのか、どういうことを目的にしてるのかっていうのを知ると、やっぱ主な仕向け地がヨーロッパなんですけど、ヨーロッパとかだと場所によっては環境規制で車がそもそも都市部だと入れない国とかもあったりとかして、そういうところでやっぱり通勤の手段としてオートバイ、大型のスクーターっていうのはすごく重宝されているような地域があって、そういうところでやっぱりその所有感だったりとか、自分の趣味性だったりとかも出入りの通勤にも使えるような、そういう車両っていうのが求められてるっていうところで、すごくこの車両っていうのは重要な立ち位置にいるっていうところも勉強させてもらって、そうやってやっぱり日本に住んでて自分の手の届く範囲で生活してると知らないなんていう価値観だったりとかっていうのがたくさんあるんだなと思って、そういう意味でも勉強になりました。楽器の方も日本国内より結構海外で使ってもらっているものが多くて、行ったこともない国の人たちが使ってくれてるっていうのをいろいろ調べたり想像しながらだと思うんですけど、そういう人たちに使ってもらえるのは嬉しいですよね。ですよね。楽器に通じる要素として長く使ってもらえるような愛着を持ってもらえるような、特にこれ結構高級なモデルになりますので、そういうところはすごくいろんな人が関わる中で意識していて、例えばこのシート一つとっても多分このステッチのところとか、革の切り替え、同じ合皮の中でもここはスエード調になってたりとか、でこっちは脂肪入っててこっちは革脂肪になってたりとか、これが何か走行性能に影響するかと言われるのは決してしないと思うんですけど、やっぱこういうディティールの一つあったりなかったりっていうところで、なんかこの見た人がこれを魅力的に思ってくれるかどうかとか、大切にしたいなと思ってくれるかどうかっていうのと大きく変わってくると思うんで、そういうところもこだわりがあるモデルになってますね。なるほど。
楽器もバイクも基本魅力的であることが求められるというか、特になんかその自分がそれを扱ってる時にテンション上がるか否かって結構重要かなと思ってて、こういうのとかもやっぱりその乗った人のテンションを上げるというか、これから始まるライディングに対して期待させるみたいな、そういうところも重要かなとは思ってるので。テンションを上げさせるっていうか上げてもらうの大事ですよね。そうですね。でも楽器もそうですよね。ギターもなんか構えた時に自分がしっくりくるかとか、なんか、まあ、ギターだけに限らないと思うんですけど、バイクのデザイン今までちょっと遠い存在に感じていたんですけど、実はこういうところの造形にこういう印象を出したくてこだわってるんですとか、このパーツ実はこうできていてとか、そういう細かいデザイナーとしてのこだわりっていうところも聞けて、それが大変面白かったです。楽器もバイクも使う人が愛着を持って長く使ってほしいとか、気持ちが乗る時の気持ちとか弾く時の気持ちが高ぶってほしいっていうところで同じことを考えているのかもなと思いました。ヤマハ発動機のデザイナーの方ともっと交流できたらいいなと思います。